こんにちは。今日は紫川河畔公園の続きです。昨日はすごいひどい部分を撮ったんですけども、同じ公園の中で綺麗なところがありますので、今日はそちらの方を中心にご紹介します。ただし、綺麗な方といっても、端の方はこんなにやっぱり草ぼうぼうで、この公園の管理自体がちょっと弱いなというイメージはあります。ちなみに川の反対側に見えるのは中央競馬会の小倉競馬場です。そういう場所にあります。で、広大な牧草地みたいになっている広場を抜けてくると、こういう遊具があります。これはかなり大きい遊具です。トンネルを含めて曲がった滑り台が3方向に伸びています。普通の運転、ちょっと変わった形の運転もあります。はしごはこういう普通のもありますし、ちょっと行きづらいのもあります。で、ちょっと変わった壁を登っていったりするのもありますし、いろんな階段から入っていったり出ていったり、かなり長い遊具で、これはかなり楽しいですね。一回子供連れてきたら、ここだけで30分は離れないと思います。で、遊具の、細かい場所の形が少しずつ違って、子供たちを飽きさせないようにしてるんですよね。それがなかなか、いいなと思いました。大きい遊具の脇には、こういうバスケットボールのコートがあります。網破けちゃってるんですけども、かなりやっぱりダメだなと思いましたが、これはこれで遊べますね。こちらは雨がしのげる休憩所です。突然雨が降ってきても、これだけ広さがあれば大丈夫かなと思える休憩所でした。で、今度はさっきお話しした大きい遊具のまた北側にちっちゃめの遊具がありまして、こちらにも滑り台がついてるんですよね。こちらの遊具は、滑り台が2つついてるだけで、あと大きな木の周りを一周しているだけです。で、これが一番大きな木なんですけど、で、この遊具から一本橋がありまして、ここは網が細いので、小さい子でも怖くはないと思います。で、この一本橋を通ると、隣の土手につながっています。で、この隣の土手が何かというと、土手の脇がこういうクライミングになっています。3点指示の石がないところは、このロープがついていて、ロープを持ちながら上がれるようになっています。結構傾斜は急で本格的です。で、これはもうここまで行くと山岳部の練習ですね。結構本格的です。次はこの藤のうっそうとしているところに入っていくと、これが普通の休憩所なんですよね。もともと傘があるところに上から藤がかぶさってまして、外から見ると雑然としていて入りたくないなーって感じだったんですけど、大丈夫、休憩できました。それにしてもちょっと端っこの方は草が多すぎますね。こちらはトイレです。男性用トイレ、綺麗でした。大便器の方は和式ですけども、普通に使います。あとターザンロープですね。この一番端っこの方にターザンロープがあります。あんまり長くないんですけど、登ってって、ここちょっと滑るんですよね。滑っちゃうんだけど、なんとか我慢して、ポンっていくと、下にスーッと行きます。今日は紫川河畔公園の北側をお伝えしました。では失礼いたします。